皆さん、こんにちは。最近本当に寒くなってきましたね。私は今週、ショータイムが見れないのが寂しく、軽く絶望していたところです。2期の情報はまだでしょうか。庄司の手の速さなら、もう充填完了しているはずですが。さて、今日は、そんなエチエチ不足の我々の欲望を満たすべく、今期アニメの中で、私のおすすめのたわわ美少女たちを紹介しようと思います。あくまで個人的な好みですので、それでも良いという方はお付き合いください。それでは行ってみましょう。まず、最初は、真の仲間じゃないと、勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしましたノリットちゃんです。本アニメは、なぜ、同チャンネルでこれまで紹介しなかったのか、謎なレベルでエチエチです。てか、タイトル長いな。内容としては、最近のナロー系でよくある感じの、主人公が勇者パーティーから追い出される感じですが、本作は、実は強かったと言って無双する系統の話でなく、たわわ美少女との同性スローライフを楽しむ内容となっています。話の展開も、もう、最初からエンディングを迎えてるんじゃないかというイチャラブっぷりです。日常系のノリやシリアス描写なども結構ありますが、お色気シーンがたっぷりの内容となっており、一般アニメとしてはかなりギリギリのレベルだと思います。また、お色気シーンはもちろんですが、リットちゃんの服装的に普段から北半球が見えている状態ですので、たわわ成分は十分に堪能することができます。ファンタジー系のイチャラブが好きな方には非常におすすめです。次は、今期アニメの中でも評価の高いミエルコちゃんに登場する花ちゃんです。本作はホラーというよりは、ホラー風なコメディという感じのジャンルですが、全体を通してかなりお色気シーンが多いです。その中でも、特にタワーがよく育っている花ちゃんは、露骨に餌食にされています。主人公のニコちゃんのお色気シーンも多いですし、程よく笑える良作アニメです。また、コメディ風とはいえ、幽霊がよく出てくる作品ではありますが、花ちゃんによって作品全体が明るい雰囲気になってるところもあり、一粒で二度美味しいキャラクターになっています。たわわな明るい今時女子を見たい方には非常におすすめです。さて、次は一風変わって、大正乙女おとぎ話のゆずきちゃんです。本作は、とある事情で、昇進の主人公のもとにゆずきちゃんがやってきて、とにかく甘やかしてくれるという感じの内容です。まさに、こういうのでいいんだよ、という感じのアニメです。基本的に、お色気シーンはほとんどなく、ゆずきちゃんも、普段は、ロリ可愛い感じなのですが、アニメ第4話で、かなり重厚なたわわを持っていることが判明しました。高熱でうなされ、息が苦しいというゆずきちゃんを助けるため、主人公が晒しの一部を切るのですが、そこから現れたのはちょうど級のたわわでした。本人は身長に見合わない大きな胸を気にしている様子ですが、我々の業界にとってはご褒美でしかありません。時代背景が対象ということもあり、お色気シーンはほとんどありませんが、ゆずきちゃんがロリたわわであるということも踏まえてみると、こういうシーンも意味が違ってきます。とにかくゆずきちゃんが可愛いのと、純粋にアニメの内容も癒されること間違いなしでおすすめです。さて、最後は、頑張れ同期ちゃんの後輩ちゃんと先輩さんです。こちらのアニメは、以前内容の紹介をしたので詳細は省きますが、この2人は主人公のことを好きな同期ちゃんの目の前に現れる強敵になっています。先日のプール会ではまさに驚異の格差社会でした。またヒロインの同期ちゃんもたわわではありませんが、強敵に焼き餅を焼きながらも萌えを提供してくれる両ヒロインです。こちらはショートアニメですが、作画もテンポもいいため、長時間アニメを見るのが苦手な方にもおすすめです。さて、内容を紹介するのは以上になります。
ちなみに、たわわアニメの筆頭とも言える月曜日のたわわを本動画では紹介していませんが、こちらは我々にとっては義務教育と同等レベルの必修科目なので、まだ見ていない人がいればとりあえず見てください。私はロリタワはハーレムが建国されなかった暗殺貴族と先週最終回を迎えたショータイムが見れないことに対するダメージをこれらの作品で癒していこうと思います。皆さんもおすすめのヒロインがいたらぜひ教えてくださいね。それでは長くなりましたが、今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。